こんにちは、華道家の大谷美香です。今日は生け花の大きな作品の生け方というか生け込みの様子をお伝えしたいと思います。生け花の大きな作品って何って、思われるかもしれないので、まずは早速作品の方ご案内していきたいと思います。ここは水色インドさんという私も大好きなアパレルブランドさんの夏のコレクション展示会会場です。今回の水色インドさんの夏のテーマがエアー。水色インドさんからいただいたお洋服のキーワードが空気感、開放感、緑、木漏れ日、そして風でした。展示会は2月で、外はまだ冬の終わりですが、ここはもうすっかり夏です。空気感や風をゲストの方に感じてもらえるように、こんな生け花の構成を考えてみました。自分がちょっと鳥になったような気分でゆっくりと空中を飛んでいるような、そんな感じがしないでしょうか。この白い鳥の羽のように見えるものは白くさらしたシュロの葉です。生け花の世界ではさらしシュロなんていう言い方をよくされるんですけれども、シュロの葉というのはヤシの葉っぱのことです。つまりはヤシの葉っぱを一度ドライにしてそれを漂白したものです。さらすというのは漂白するということです。だからこれは本物というか本当に天然素材のものです。今皆さんはゲストの方々と同じようにぐるりと作品を回っています。生け花では四方正面というのですが、これは全部が正面というか後ろも前もないという考え方で、どこから見ても楽しめるように構成されています。生け花の四方正面というのは、あちらから見た、景色とこちらから見た景色はまた全然趣が違って、思わずぐるぐると回りたくなる、そんな魅力というか、そんなところを目指しています。生け花ってなんだか床の間に生ける小さいお花なんていう風なイメージをまだ持たれている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、大きさには全く限定されないというか、もちろん小さいものも作るし巨大なものも作るし、その場に応じて生けていくので、変幻自在の大きさっていう風に思っていただけると嬉しいなと思います。では早速作っている過程をレポートしていくんですけれども、概要欄に目次を貼っておきますので、お時間がない方は、飛ばし飛ばし好きなところだけ見てください。では早速作り方いってみましょう。それでは早速生け込みスタートです。まずは竹をこれまっすぐに立てています。竹を立てるためのこの道具があるんですね。これが、鉄でできています。鉄の棒がこう真ん中に立っていて、竹ってこう節があるんですけれども、その節をこの抜きます。これ今抜くところです。はい。こういう大きい作品を作るときには一人では到底ちょっと無理なので、今回は5人のお弟子さんに手伝ってもらっています。材料がいろいろ広げられてますね。これが松ですね。こちらが白く着色した枝と、あと先ほどお話ししたさらしシュロの葉です。さらしシュロの葉は一応用意したのは60枚ほど用意しました。でも使ったのは、多分50枚ぐらいかなと思います。床に置かれているのは黒い鉄かきです。生け花では、かきという言い方をするんですけれども、
皆さんがよく使う言葉だと花瓶とかそういう感じでしょうかね。鉄かきと言います。大きな生け込みをするときにはこの鉄かきがもうとっても必需品と言いますか、これすごく重いんですよ。で、重いということはひっくり返る心配がないっていうことなんですよね。もう多分私鉄かきがないと仕事ができないんじゃないかというか、もう生きていけないんじゃないかっていうぐらい、私にとってはこの鉄かきがとても大切です。鉄かきの中にはコミがもう鉄で作られていて、コミというのは何て言うんでしょうかね、支えの棒みたいなものなんですけれども、そこに今白い着色した枝をワイヤーで固定しているっていう感じです。はい、次は松を生けていきます。水色インドさんのブランドのコンセプトにジャパニーズトラットっていうのがありまして、そこで今回は松を生けてみました。松は常緑で決して葉を落とさないというところから、生け花の中でというか、ちょっと日本の考え方の中では不老長寿っていうところも表しているし、どこか神聖なところもあるし、とにかく松っていいとこ尽くしというか、いい意味しかない本当に素敵な花材です。これは今何をやっているかといえば、松を止めています。止めるというのは、固定しています。松をしっかりとまっすぐ立たせたいので、この白い棒のようなものは、私が角材を白く着色したものなんですけれども、これを支えの棒、添え木というものにしてインパクトドライバーで留めていきます。松はさらにお弟子さんたちにワイヤーでしっかりと鉄かきに留めてもらっている間に、これは2本目の松ですね。今回、松は3本使いました。これは、今何をしているかというと、松が、どこが一番綺麗に見えるのか、どこがどう回したら綺麗に見えるのかとかをちょっと離れたところからチェックしているような状態です。こういう大きな生け込みの時にはもう間近で見ると何をやっているのかだんだん分からなくなってくるので、常にちょっと離れた位置から、花材をチェックしています。はい、また2本目の松を留めています。でこうやって、留めていくので、非常にちょっとアンバランスな作りになっているために、よくトラックで運べないかって言われるんですけれども、生け花って運べないんですよね。もうその場で作っていくっていうものになります。はい、ここから、ちょっと早送りでいきます。3本目の松を固定して全体的に、しっかりと留めていきます。何が嫌かって、この松なんかが途中で倒れてきたらもうそれは大変なことなので、とにかくしっかり固定しなくちゃっていうような思いでここの部分は進んでいます。はい、松の部分は仕上がりました。次はいよいよ竹です。この竹は、割り竹と呼ばれているんですけれども、竹を割ったものです。今回は8メートルの長さの竹を、16割とか32割とか、言うんですけれども、1本16割にしてもう1本は、32割、竹を2本、使っています。丸い、竹のところに割り竹をインパクトドライバーで留めていきます。竹っていうのはちょっと表面がツルツル滑るので、インパクトドライバーをするのがちょっと難しかったりするんですけれども、インパクトで留めていきます。竹を1本の竹を16枚に分割したものを16割、32枚に分割したものを32割と言います。で
16割よりも32割の方が、よくしなるというか、竹っていうのは割るとというか、細かくすると1本の竹はすごくしっかりして硬いものなんですけれども、こう割るとすごくしなりが出てくるというか、曲線になるんですね。で、16割よりも32割の方が、細いわけですよね。で、細い竹の方がより一層しなるので、今回は16割と32割を用意したのは、こうしなりが違ってくるので、こう描く曲線が違ってきて、それによって、大きな生け花の構成の中にうねりというか動きが出せないかなと思っているわけです。では竹の、仕上げの部分を、こちら20倍速で見ていってください。こちらで、だいたい竹の、うねりみたいなものを完成させてしまいます。はい、私がシュロの刃を手にしています。これからシュロの刃をワイヤーでどんどんたくさん固定していきます。留めていきます。シュロが、結構たくさんきちんと留められました。ここからはまたしばらく早送りでシュロの刃を完成させていくところをご覧ください。おしゃれなお水をいただきました。作業の途中に水色インドさんからお水をいただきまして、これがすごいおしゃれなんですよね。なんかスペインのミネラルウォーターなんです。ちょっとみんなではしゃいでいるところです。これは今ビロウヤシというヤシの葉を入れているところですね。すごく大きな、ビロウヤシです。最後にアレカヤシという、これもまたヤシの葉を入れて仕上げていっているところです。今回、サラシシュロという、ヤシの葉を使うことを決めたので、すべての葉をヤシで揃えてみました。ヤシっていうのはちょっと夏のコレクションなので、すごく夏の風とか夏の光とかそういったものが感じられるんではないかなと思って、すべて、ヤシにしています。あとヤシの葉っていうのは緑がとても濃いんですよね。そういったところで夏のコレクション向きだと思ったし、今回のコレクションのテーマが一つキーワードで緑っていうのが出ていたので、今回やっぱり使ってみて、ヤシの葉でよかったなって思っています。とうとう最後の仕上げに入っていますサラシシュロの葉はすごく大きいものと、小さめのものがあるんですけれども、大きなものを先ほど下の方に使って、今小さいものを上の方に飛ばしています。そうするとこう風が吹いたようなというか浮遊感みたいなものが出てくるんじゃないかなと思いまして、今小さいものをひらひらひらっといろんな上の方に散らせているところです。はい、出来上がりました。本当にお弟子さんの皆さんにはお世話になりました。ありがとうございました。皆さん、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。このチャンネルでは基本的にはお家で楽しむような生け花をどんどんやっていきたいとは思っているんですけれども、たまにはこういうお仕事の実況中継もちょっと面白いかなと思って今回やってみました。いろんな生け花の世界を皆さんにご紹介していけたらいいなと思っています。何かわからないことなどありましたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。いいねボタンをいただけるととても励みになります。また、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。